皆さんこんにちは。本日の DKTV はピストン西澤と一緒にコラボをしたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、もう土屋さん、これ RX7 ですよ。これね、ベストモータリングで土屋さんがバンバン踏み倒すとこずっと見てた。やったね。やりましたね。いいやだけどさ、やっぱマツダじゃなきゃこういう車作れないね。皆さんね、知らない人もいるかもしれないけど、土屋さんって言ったら有名なのは86でしょ、それからあと GTR も有名ですよね。で後期はまあ NSX、って中で FC の RX7 って実はキャリアの中で大事な車じゃないですか。めっちゃ大事だよね。FC で、やっぱり JSS っていうレースをやってて、そこでやっぱりターボ付きのスカイライン、スカイラインが50馬力以上ある、それをやっつけるっていうね。そうだからあれからなんかこう注目を集め始めたね。そうなんですよ。この人はですね、雨の中で真横向いて富士スピードウェイで 300R とか行っちゃいけないところをはみ出ながら抜くというね。やったね。あれはね、土屋さんじゃないとできない。まあバカだね。本当ですね。ああいうことやっちゃいけません。バカ野郎。まあそういうことで土屋さんの RX7 の話をいっぱい今日は聞こうと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。羽がこの形からこうなったんですよ。もう僕はもう完全にベストモータリングの受け売りですけど、土屋さんが当時、この5型になってから随分乗りやすくなって安定したって言ってましたけど。そうだね、フロントの接地感が出たよね。逆にその前のやつは相当怖かったんですか？怖くはないけど、やっぱとんがってた。でこれは本当に四輪が設置してるなっていう型だよ、5型は。結構車も柔らかいですよね、サスペンションがね。柔らかいだから、やっぱこの当時の車ってみんなそうだけどさ、32も33も34も、やっぱ乗り心地をブーブー言うジャーナリストが多かったわけよ。誰のことだか知りませんけど、16インチですよ。まあね、16インチって俺のAE86 のインチだよこれ。そうですよ。この時代16インチのスポーツカーっていうのは当たり前ですか？まあ当たり前っちゃ当たり前だね、この時代はね。32GTR でもみんな16インチ、16、そうグループ A でさえ 18？そうだね。だから安いなタイヤきっと。そういうもんだった時代が。だからこうどっちかっていうとね、日本の自動車メーカーってヨーロッパを見てるから、BM やベンツを見て、16か、今主流は16なんだなっていうので、右に習いみたいな感じの時代だよね。みんな16だったわけですね。そうでもこの流線的なデザインはやっぱり当時としては本当に画期的で。いや画期的ですよ、このスタイルは。本当にだからマツダって今でもそうだけどさ、デザインが綺麗だしうまい。うまいですよね。いやこのデザインは本当すごいわ。すごいですよね。かっこいい。で目玉がパコッと開くリトラクタブルライトと。パカパカね。これ流行りましたか？パカパカはね、もう1980年代からよ。かっこよかったですよね。もうパカパカ乗ってればモテるみたいなね。モテるみたいな。あとはパカパカ乗ってればイケてるぞみたいなさ。まあだからロードスターもそうだし、セブンもそうだし、ね。だから180もそうだしさ。やっぱこうまあ90年のプレリュードが出た時だよね、パカパカが。パカパカでウインクみたいにしてお姉ちゃん誘うと。そうどうしてウインクになっちゃうかというと、片っぽのモーターが弱くなって弱くなってる方が遅く上がるんですよね。だからゼロ戦のこの足みたいなもんよこれ。ちゃんと閉まんない。あれがいいんだよ日本は。そうですよね。まあそんな時代でしたけど、これやっぱり格好は綺麗に見えるし、今となったら逆にね、
もうなんか価値がありますよね。全然あるね。新車だよ、新車。暑いですね。暑い。エアコン効くかな。この時代はもうエアコンでしたけど、 FC ぐらいの時代だとお前のエアコンついてるとかかっこいいなみたいなあったね。そういう時もありましたよね。まっすぐ？まっすぐです。あったね。新車だなこれ。すげえなフルレストは。でもうちょっと行ったら右でございます。ミッションめっちゃしっかりしてる。足もすげえ。足新車。メーカーが責任持ってやったんですからね。これボディもやってんのかな。すげえな。もっとふにゃふにゃしてるかと思ったけど、全然しっかりしてるなこれ。さすがメーカーがフルレストアしただけのことはある。このだってもうステアリングとギアの位置がさっき土屋さん言ってた通り、すごいいいですよね。そうポジションがめちゃいい。高そうな時計してんな。まあね。またこれタイで買ったやつですか。何がタイだこれはうちの ARTA のスポンサーのクストスだ。あだ本物だったわ。いやだな、もう人が悪いな。ブレーキもちゃんとしてるわ。これね、もう広報車としてだから大事に乗る車になってるんで、昔みたいにサーキット借りてっていいですかみたいなことできないんですけど、昔ベストモータリングの時はね、山本徹さんが各社に掛け合って、正岡さんとか、みんなもう車かき集めちゃ競争させちゃってね。あれすごかったですよね。バトルだよ、バトル。バトルね。ドライバーも豪華だったし、いや、あの時代は講談社も金あったね。あれだけのドライバー5人も使うんだから。そうですよね。でこういうバトルに使う車全車保険かけるからね。保険代だけでも高いわけよ。保険どころじゃなくてチューニングまでしてきましたからね。それ言っちゃダメな話か。ダメだそれはダメだ。そこを踏み込むと厄介な話ね。それはダメだ。音静かですね。まあノーマルマフラーだから静かは静かだよね。そうですよね。土屋さんこれのチューニングカーでなんか怖い思いしたことないんですか？いっぱいあるよやっぱりこれいっぱいある。つくばとかで58秒とかで走ってた頃って結構カリカリな感じでした？まあそうだね。400馬力当たり前だったからね。みんなタービン変えてブースト上げてコンピューター変えて、そういう時代だよね。またそういうチューニングカーを作る人が人気ありましたもんね。やっぱり RX-7 で言ったら RE アメミヤだね。これです。アメミヤがやっぱりヒットですか？この時代はそうだね。この時代は本当そう。おお、いい加速しますね。いいね。普通にトルクあるよ。ロータリーエンジンって下の方結構力あるんですよね。ある、全然ある。いや全然あるわ。これは生組これです。ここ右です。はい。トルクある。はい。JSS かなりいじくったやつでしたよね。 JSS はね、FC でスカイラインと戦ってましたよね。そうでスカイラインの方が全然ストレート速かったですよね。向こうはターボついてるもん。これは左です。分かりづれえ。分かりづれえよこれ。分かりづれえ。はい、ここから大丈夫です。はいはいはい。だってあの頃はさ、あの頃はなんてったって日産の天下だから、レギュレーションがマツダはターボつけちゃいけないって。日産はターボ付き。だからもうパワーで50馬力ぐらい違うわけよ。なるほど。だ直線でビュンビュン抜かれてコーナーで抜き返すっていう、そういう時代。コーナーはやっぱり良かったんですか？全然いい FC の方が。あの音ですよ土屋さん。めっちゃいいね。あの音ですね。いいね。ビーンって音しますね。する。
これ中で聞いてる音と外で聞いてる音全然違うんですよね。違うほんと違う。不思議ですよねそれも。もうあの頃は本当なんか日産とガチガチでやってたもんね。へでやっぱこう FC はさ、マツダは 13B 使ってたよね。あれ2ローターですか？そう 13B。やっぱり格好もスポーツカーしてたし、バランスも良さそうだったし、スカイラインみたいなやっぱりセダンベースみたいな感じの車ではなかったですよね。ないね、全然ないね。本当にだってこのマツダはピュアスポーツカーを作ったもんね。この時代のこれは土屋さんの乗ったの FC ですけど、FD で勝負する相手、一般道というか、ベスモのバトルに出てくる車、他にはスープラ GTR、GTR も33とか34だね。32ではなかったですよね。ではない。あとは NSX。そう互角に戦うからね。そうですよね。まっすぐ自体はそんなに速くなかったんですか？まっすぐはやっぱりパワーとかトルクがある方が速かったけど、コーナーで追いついて勝負かけるっていう車。FD はそういう車よ。もう今見るとブレーキのなんかキャリパーなんかもちっちゃいんですけど、どうでした？効いてました？結構。いやだって軽いからさ車が、だからこれで十分いけたよ。そのパッドとフルードだけ変えれば、全然勝負になった。もう敵は重いから、3周目ぐらいからもうブレーキがやばいわけよ。ふかふかしてふかふかするわね、フェードするわ。やっぱり GTR はそうスープラも重いからね。スープラもそうですか。だけど FD は軽いからさ、全然そういうブレーキの心配がなかったよね。だからそう300馬力オーバーの400馬力だ500馬力だっていうタービン変えてコンピューター変えてってやってるやつらのはブレーキでかくしないとダメよ。なるほど。そうとんでもないスピード出るから。これ土屋さんがその時に乗ってたレーシングカーとは違ってやっぱり荒いじゃないですか、いろんなものが、でパワーだけ出てるじゃないですか。かなり筑波なんかでは怖かったんですか？怖いっちゃ怖いよ。だってね、その辺のショップだからさ、ね、レーシングチームが作った車だったらそこそこ安心していけるよ。でショップの車で 100% ではいかないでしょ。土屋さん売れっ子ドライバーだったからそこに命かけることもなかったんで、ないね、ちょっとアクセル抜き気味でしたやっぱりね。80%、90% はいかないねやっぱり。そこで本気でご飯食べなきゃいけないのがね、やっぱり山田エジとか菊池康とか。これは結構素人には乗りづらそうなすごい車な感じがするな。そうだね。だからデフで全然変わったよね。そうですか。デフのイニシャルトルクをやっぱこう適正にしてるところはコーナーが速い。でイニシャルもデフのイニシャルが強すぎるとさ、アンダーになってこれ本当にセブンかみたいなさ、やりすぎちゃってるショップ、そういうのは乗りにくかったね。いやそれにしてもこの車今乗ると小さいですね。ちっちゃいよ。もうこの大きさがいいんだよな。今の車ってみんなでかいじゃん。でかいですね。あの時は別に小さく感じなかったんですけどね。全然感じない、全然感じない。この大きさはいいよ。ほんといい大きさだよ。取り回しやすいし、やっぱこう分かりやすいじゃんこの大きさって。いいね。よかったな。改めてやっぱこうドノーマルだけど乗るといいね。ドノーマルで乗っていい車ってそんなんないですよね実はね。ない。日本の車は割といじんないとつまんないものが多いですよね。ほんとそう。最近のやつ特にそうじゃないですか。だけどノーマルでこれだもんないい車だよね。いいですね。セブンはほんといいわ。FC なんかだとふにゃふにゃだったけどね。だからまだこういう技術がなかったんだよマツダに。FC はほんとボディ剛性弱かったね。前にソアラがいますね。ソアラがいますね。これレクサスになって土屋さん散々11のレクサスとかと散々絡んでたじゃないですか。やってたね。なんかこの時代の車いいな。いいよいい、ほんといいわ。
マツダもこの後ねちゃんとしたハイパワーのスポーツカー出してないからもったいないですよね。と思うけど、やっぱり排ガス規制でロータリーバー作れなくなっちゃうんだよね。土屋さんはこの RX7 は自分で買ったことあるんですか？あるよ。あるんですか？K オフィスで足作ったから。それは何型ですか？古いやつ？もう出てすぐ。最初の頃のFD の最初の頃って結構後ろがナーバスでって話聞きますけど、どうだったんですか？いやだけどその前に FC 乗ってるからさ、FC から比べたら全然良かったよ。 FC はそんなに？まあだからシルビアと一緒だよ。良い。なんかさ、こうやって乗るとさ欲しくなるね。めっちゃいいじゃん。昔だって仕事用に買った車なんかね、今だったら大変ですよ。そこを左です。いや、土屋圭一大満足ということで。いや欲しくなる。こうやって乗ると欲しくなる。 RX7 って見直しちゃいましたけれども、ロータリーいいね。こういう感じでね、また古い車土屋さんに乗ってもらいますから、土屋さんのコメントも楽しいし、昔思い出して一緒に見て自分の昔も思い出せると思うんで、チャンネル登録も土屋さん、ピストンにした両方ともよろしくお願いいたします。お願いします。